今日はこちらのミニチャームパックを使います。全部で42枚入っているカットクロスのうち40枚を使ってこのように配置します。2枚ずつ縦に縫いつないでいきます。縫い代は4分の1インチ、約7ミリ弱ぐらいで縫っていきます。横1列につながるように縫っていきます。上下5枚ずつ、左右7枚ずつに分けて、こちらも縫いつなげます。周りのピースはアイロンで縫い代を肩倒しにしていきます。次に真ん中のブロックのつながっている糸を切っていきます。こちらも1列ずつ縫い代を肩倒しにしますが、上から順に右左右左という風に縫い代の向きが交互になるようにします。こうすることで次に長い辺を縫うとき、縫い代がぴったりと噛み合います。白生地は実寸に合わせて同じ長さで2本カットします。今回は縫い代を柄生地の方に倒しましたが、どちらでも構いません。倒しやすい方でいいと思います。また実寸を測って同じ長さで白い生地を2本カットします。裏地を裏が上の状態にしておき、薄手のキルト芯、それから今作ったトップを重ねます。
ちらのクロバーのワンタッチしつけピンを使ってしつけしていきます。このピンは針の部分が折れ曲がっているので、片手ですくってピンをつけたり外したりできてとても便利です。ミシンの押さえを上送り押さえに変えます。縫い目の粗さは 2.6 くらいに大きめにしておきます。落としキルトを入れていきます。白いインナーボーダーの部分に、少しキルティング模様を入れようと思います。水で消えるペンのボールペンタイプのものを使っています。ペンの跡を水で消していきます。周りの余分をカットしていきます。縫い目のところに定規の線を合わせて、だいたい 5.5 センチぐらいのところでカットしました。バインディングは6センチ幅で2本カットします。2本を1本に縫いつないだら、外表で半分に折っていきます。縫い代約 7mm で縫っていきます。角のところまで来たら 7mm 手前でストップし、バインディング布を上に持ち上げ、次に縫う辺に沿って下ろしていきます。端からまた縫い始めます。
始めと終わりのバインディング布が6センチ重なった状態にしてカットします。先ほどと同様にして縫いつなげます。縫い残しておいた部分をまた 7mm で縫って閉じていきます。今縫った縫い目が隠れるようにして折りたたみ、表側から待ち針で際のところに刺します。裏を見て待ち針が落ちてなければ OK です。待ち針を使いたくないという方はクリップでも大丈夫ですが、その場合バインディング布を6センチよりも少し幅広 6.5 センチぐらいにカットしておくと綺麗にできると思います。角の部分もこのように丁寧に折りたたみ、表から待ち針で留めておきます。折り目をまたぐようにして待ち針で留めると綺麗に仕上がりやすいです。もっと簡単にするには角の部分に手芸用ボンドをつけるのも一つの手です。こちらの裁縫上手は3秒ぐらい指で押さえておくとすぐにくっつくのでとても便利です。最後は通常の押さえに切り替えます。表を見ながらバインディングの際の部分に針を落としていきます。待ち針を抜きながら縫ってください。最後まで見てくださってありがとうございました。